コルグオルタード FM シンセサイザーオプシックスは、オシレーターの基本波形を別のオシレーターで高速変調することで複雑な倍音を生み出す FM 音源をもとに、さらにリングモジュレーター、ウェーブフォルダーなどさまざまなオペレーターモードを組み合わせて典型的な FM サウンドを超えた新しい音作りが可能です。オペレーターごとのレベル EG とオペレーターとは独立した3機の EG と LFO による時間的な変化と3機のエフェクトで効果を加えることができます。アルペジエーター16ステップポリフォニックシーケンサーによる演奏も可能です。またポリシックス MS20 モデルをはじめとした豊富なフィルターを搭載し、原産方式シンセのような音作りも可能です。オプシックスは全体の音量を調節するボリュームノブ、6つのオペレーターのピッチと出力レベルに直接アクセスしてダイナミックな音色変化を得るオペレーターミキサーノブとスライダー、プログラムを選ぶノブ、ディスプレイの各値を設定するデータエントリーノブ、モードやページを選ぶ各ボタン、アルペジエーターのオンオフ、ステップシーケンサーのコントロールやフェイバリットプログラムを選ぶボタンなど、難しいイメージの FM 音源を分かりやすく構成しています。付属の AC アダプターの DC プラグをリアパネルの DC12V 端子に接続し、AC アダプターのプラグをコンセントに接続します。アウトプット端子とハードモニタースピーカーの入力端子を接続します。ダンパー端子にコルグ DS1H や PS1 ペダルを接続します。ヘッドホンはここに接続します。リアパネルの電源ボタンを押して電源をオンにします。ペダル曲線は自動的に検出されますので、接続または電源をオンにするときにペダルを踏まないでください。工場出荷時の設定ではオートパワーオフのメッセージが表示されます。オートパワーオフ機能はフロントパネル、キーボード、MIDI 入力の操作がない状態が4時間以上経過すると自動的に電源がオフになります。長時間にわたって電源をオンにしておきたいときはオートパワーオフ機能を無効にしてください。ボリュームノブを左に回し切った状態から徐々に右に回して適切な音量に調節します。電源をオフにするときはリアパネルの電源ボタンを長押しします。音色プログラムはプログラムノブで選びます。演奏するプログラムが決まったらイエスボタンを押して決定します。ホーム、アルコボタンでも可能です。リストを表示している間はページレフト、ライトボタンを押してもプログラムを選ぶことができます。ピッチホイールはピッチ、音の高さを変化させます。モジュレーションホイールは主にカットオフ周波数やビブラートの深さなどを変化させます。プログラムごとに様々な音色変化が得られます。オクターブプラスマイナスボタンを押すと音域をプラスマイナス2オクターブの範囲で変更できます。フェイバリット機能を使ってプログラムを選んでみましょう。フェイバリット機能はよく使用するプログラムやパフォーマンス用のセットリストなどを登録して瞬時にプログラムを呼び出すためのものです。4つのバンクに16プログラムずつ計64個のプログラムが登録できます。工場出荷時には代表的なプログラムがあらかじめ登録されていますので、それらのプログラムを選んでみましょう。
シーケンサーフェイバリッツボタンを押してフェイバリッツを選びます。ステップ1から16ボタンを押してそのボタンに登録されているプログラムを選びます。シフトボタンを押しながらステップ1から4ボタンを押すと4つのフェイバリットバンク A から D が切り替わります。そしてステップ1から16ボタンを押してプログラムを選びます。フェイバリットの登録方法はフェイバリットの登録で説明します。さて、OP6 はプログラムを切り替えたときにその音色のディレイやリバーブも含めて音が途切れずに切り替わります。これをスムーズサウンドトランジション SST と言います。オペレーターミキサーのスライダーとノブで6機のオペレーターの音量レベルとピッチを直接コントロールしてダイナミックな音色変化が得られます。オペレーターの役割にはモジュレーターとキャリアがあります。モジュレーターは接続先のオペレーターを変調し、キャリアはモジュレーターによって変調され、実際に音を出します。OP6 では、音を出すキャリアは赤色、キャリアに変化を与えるモジュレーターは青色で点灯します。このプログラムは、赤色のオペレーター1とオペレーター4がキャリア、音を出すオペレーターです。青色のオペレーター2、3がオペレーター1のモジュレーター、オペレーター5、6がオペレーター4のモジュレーターで、キャリアに変化を与えるオペレーターです。ディスプレイにアルゴリズムが表示されています。一番下の1と4がキャリア、上の4つのオペレーターがモジュレーターです。アナライザーボタンを押して、ディスプレイにスペクトラムアナライザーを表示して、周波数成分の分布を視覚化してみます。オペレーター1と4のキャリアのレベルを下げると音が出なくなります。オシレーター1のキャリアのレベルだけを上げるとサイン波に近い音が聞こえます。オペレーター2のレベルを上げると、オペレーター1の音の明るさや倍音の強さが変化します。オペレーター3のレベルを上げると、アタック音が強調されていきます。オペレーター1のノブを回すと、キャリア自体のピッチが変化します。オペレーター2や3のノブを回すと、オペレーター1の音の明るさや倍音の位置などが変化します。モジュレーターのピッチを上げていくと、FM 音源特有のキラキラした倍音が強調されます。オペレーター4のキャリアのレベルだけを上げると、同じくサイン波に近い音が聞こえます。同じようにオペレーター5と6のレベル、オペレーター4、5、6のピッチを調整して音色を調整します。オペレーター1のレベルを上げ、オペレーター1と4の音色をミックスします。ホーム、アルゴページでは、アルゴリズム、オペレーター全体のアタックタイム、ディケイタイムやエフェクトのかかり具合を設定できます。ホーム、アルゴボタンを押します。A ノブを回すと、アルゴリズムが切り替わります。FM 音源では、オペレーターの役割と接続の組み合わせをアルゴリズムと言い、アルゴリズムを選ぶことが音作りの基礎になっています。OP6 では、より多い40のプリセットアルゴリズムが用意されています。最後に選ばれるのはユーザーアルゴリズムで、
新たな組み合わせを作ることができます。B ノブを右に回すと音の立ち上がりがゆっくりになり、C ノブを右に回すと音が減衰する時間が長くなります。D、E、F はエフェクト1、2、3のエフェクトタイプにより動作が異なりますが、主にエフェクトのかかる深さを変更します。アルゴリズムの中には、先ほどのオペレーターを直列に接続して、キャリアを変調するもののほかに、各オペレーターを並列に接続して、それぞれの波形を加算して出力するものがあります。このタイプでは、ドローバー式オルガンのように、異なる倍音をミックスして音作りすることもできます。アルペジエーターは押さえた鍵盤を一定のパターンに従って自動的に分散和音、アルペジオを演奏します。アルペジエーターボタンを押してアルペジエーターをオンにします。鍵盤を弾くとプログラムに設定されているパターンで演奏されます。鍵盤から手を離すと演奏が止まります。アルペジエーターボタンを長押しするとラッチ機能がオンになり、鍵盤から手を離してもアルペジエーターによる演奏が続きます。アルペジエーターボタンを長押しするとラッチ機能がオフになります。アルペジエーターボタンを押すとアルペジエーターがオフになります。テンポを変更したいときは、変更したいテンポに合わせて数回タップテンポボタンを押します。またはシフトボタンを押しながらシークボタンを押してシーケンサーページを表示します。データエントリー A ノブを回してテンポを設定します。アルペジエーターの設定を変更します。シフトボタンを押しながらアープボタンを押してアルペジエーターページを選びます。ボタンの下に書かれているアープからグローバルページを選ぶにはシフトボタンを押しながらそのボタンを押します。ディスプレイにアルペジエーターの各設定が表示されます。データエントリー A から F ノブを使って設定します。これはアルペジオパターンです。マニュアルに設定されています。マニュアルは同時に押さえている複数の鍵盤を押さえた順番でアルペジオを展開します。C、G、E、B の順番で鍵盤を押さえます。レゾリューションが16分音符で再生されていますので、聞き取りやすいように8分音符に変えて再生します。D ノブを回して設定します。B ノブを回してパターンを変えます。アップは音の低い方から高い方へ。ダウンは音の高い方から低い方へ。アルト1と2はアップとダウンを繰り返して発音します。ランダムはランダムに発音します。トリガーは押さえている音がテンポとヤゾのタイミングで同時に発音します。E ノブはゲート、音の長さを調節します。F ノブはアルペジエーターが展開する音域をオクターブ単位で設定します。A ノブはアルペジエーターボタンで設定するアルペジエーターのオフ、オン、ラッチを切り替えます。
最大16ステップのポリフォニックステップシーケンサーを搭載しています。プログラムごとにノートデータとノブやスライダーの動きによる音色変化が得られるモーションシーケンスが録音・再生できます。プレイボタンを押して再生します。もう一度プレイボタンを押すと再生が停止します。アルペジエーターと同様にテンポを変更したいときは変更したいテンポに合わせて数回タップテンポボタンを押します。またはシフトボタンを押しながらシークボタンを押してシーケンサーページを表示します。データエントリー A ノブを回してテンポを設定します。ステップ1から16ボタンを押すとステップのオン・オフが切り替わり、オフではノートが発音しなくなります。モーションシーケンサーは再生されます。シフトボタンを押しながらステップボタンを押すとシーケンスがそのステップにジャンプして再生します。シフトボタンを押しながらプレイボタンを押すとキートリガーのオン・オフが切り替わり、鍵盤からのノート入力に応じてシーケンサーがスタートします。シーケンスはノートの音高にトランスポーズされます。鍵盤から指を離すと再生が停止します。シーケンサーページの F ノブでラッチにすると鍵盤から手を離しても再生を続けます。B ノブでステップのレゾリューションを設定します。C ノブでスイングする度合いを設定します。D ノブでステップモード、再生時のステップの進み方を設定します。フォワードは順方向に再生します。バックワードは逆方向に。バウンスは順方向に再生した後、逆方向に再生するなど設定できます。E ノブでシーケンスのステップ数を設定します。F ノブで先ほど紹介したキートリガーを設定します。オンにすると鍵盤からのノート入力に応じてシーケンサーがスタートします。ラッチにすると鍵盤から手を離しても再生を続けます。グローバルのシーケンサーページのトリガークオンタイズでステップジャンプやキートリガーを使用したときにタイミングをシーケンサーのステップに合わせてリズムが崩れないようにできます。ランダマイズエディットはプログラムの全体または一部のパラメータの値をランダムに変更して新しいサウンドを自動的に作り出します。新たなインスピレーションを得ることができるでしょう。ランダマイズボタンを押します。A ノブでランダマイズするパラメータの範囲を選択します。プログはプログラムのパラメータ全体をランダムに設定します。エフェクト、モジュレーション、オシレーターや各オペレーター、EG などランダマイズする範囲を選びます。B ノブでランダマイズの仕方を選択範囲のパラメータをランダムに生成した値に変更したり、シャッフルしたり、ランダムなノイズ値を加えます。C ノブでランダマイズ効果の強さを調節します。イエスボタンを押します。もう一度押すと
ランダマイズが実行されます。同じように2度イエスボタンを押すとランダマイズが実行されますので試してみてください。オペレーターミキサーのノブやスライダーでサウンドを整えていっても良いでしょう。ノーボタンを押して終了します。データエントリーのノブなどでさらに調整しても良いでしょう。気に入ったサウンドができたら保存してください。保存する前にオプシックスの電源をオフにしたり、他のプログラムを選ぶと変更した内容が消えてしまいますので注意してください。ライトボタンを押します。必要に応じてプログラム名を変更します。プログラムノブでカーソル上の文字を変更します。データエントリー A から F ノブでカーソルを移動します。ページレフト、ライトボタンでも移動できます。シフトボタンを押すと入力する文字の種類が変わります。シフトボタンを押しながらページレフトボタンを押すとカーソルの位置にある文字を削除します。シフトボタンを押しながらページライトボタンを押すとカーソルの位置に空白を挿入します。イエスボタンを押します。プログラムノブを回して保存先のプログラムを選びます。オプシックスには500のプログラムが保存できます。工場出荷時には250番までプログラムが保存され、251からは初期状態のプログラムですので、251番以降の番号に保存することをお勧めします。イエスボタンを押します。これでプログラムが保存できました。フェイバリットにプログラムを登録するには、シーケンサーフェイバリッツボタンを押してフェイバリッツを選びます。登録したいプログラムをプログラムノブで選びます。保存するフェイバリットバンクを選びます。シフトボタンを押しながらステップ1から4を押します。ライトボタンを押しながら登録したいステップボタンを押します。これで登録できました。